入ってた。バイクで。まずストラップをこうつけるけど、ストラップの長さはこだわりはまあなるべく長い方がいいけど、はい、つける時にやっぱほらライダー変身みたいにこうやってスパッと持ってきてパッとかけた方が。あ、持ち帰るんですか。ピックも本当だったらくるっと回してピッて取ったぐらいがいいんだけど、見えなくないですか。こうやってもお客さんわかんない。足は33度だね。33度。これを膝をこう外に向けちゃいけない。でお腹にピシッピシッピシッジョイント。そうこれで手をこう弓なりに肘を持ってきて、思いっきりたまに肘を入れとしてくる。普通にこう弾いてる姿ってあんま見てて飽きるから。飽きますか。だから大体まあなんかアクション必ずスポーツとかはなるべく無駄のない動きが大事だけど、ギターに関してはなるべくもう無駄な動き、これが大事。離したりとか飛ばして、そうですね。とりあえずとかすれば君も明日からロックスターだ。グヤトーンじゃなくてグヤトーンです。ああ、俺も同じグヤトーンのシャープ5。シャープ5っていうの持ってる。僕初めて見た時シンさんダンエレクトロンみたいなやつ弾いてたんですけど、あれダンエレクトロっていうかジェリー・ジョーンズというメーカーなんだけど、なんかリンクレーですか。あれは最近は弾いてないですか。最近弾いてないね。あれ投げたらすぐ壊れるんだよね。結構大体壊れると思います。あ、でもこのエピフォンは特にエピフォンのこの中国製はネックが太くて投げても結構耐久性が壊れないです。あと安いというのがずっとこれですし、1年に1本か2本ぐらい買えるで、交換するかな。まあ2万とか下手すると1万8000とか1万5000の時とか。新品でですか。新品で安いですね。安いですよ。これは7000円ぐらいでした。お、中古でいいね。でも投げないですけど。いや、俺好きで投げてるわけじゃないんだけどね。気がついたら飛んでる時は多分これよく雑誌の一番後ろとかに、アンプとかとセットであるようなすごいチャチいやつだと思うんですよ。でも自分もレコーディング用にはストラトキャスターの、フランプトンとかいう、それもね中古屋っていうかなんかそういう街の道具やスクラップ屋さんで2000円ぐらいだったやつ。2000円でもすごくなんかすごいいい音してて。レコーディング用なんです。
レコーディングではいつもそうだった意外ですね。レコーディングだとこうある。もちろんライブで使ってるやつって一時ペグが変になってるやつから、レコーディング用では SG とそのストラトを2ついつも持ってます。そうですか。SG 最近中国製からインドネシア製になったので、インドネシア製は作りが丁寧なせいか丁寧なんですか。ネックが細くて弾きやすいんだけど、俺にとってはこの以前のネックがぶっとい中国製の方が好きなので。ネックが太い、もうない、ここ10年もないんだよ。ないってことですよね。でもインドネシア製になっちゃったと。そう僕初めてギターウルフ見た時は20年以上ぐらい前にシェルターか251だったと思うんです。ガレージのイベントでティンジェネレートとかで、ウガンダさんがなんかジェットボーイズじゃないかな、ひょっとしたら。ジェットボーイズですかね。ウガンダさんがなんかどれかのバンドのドラム叩いてたんです。その時ギターウルフ最後だったんですよ、出番。でウガンダさんが僕に「高橋ギターウルフは絶対見とけよ」って「はっ」つって「すごいから何がすごいんですか?」って言ったら「いやとにかくすげえんだよ」って言ってで見たんですよ。そしたら本当にすごくて、その時ドラムとベースがこうバーって始まって、セイさんは高いところ登ってでなかなかギター弾かないんですよね。こうつってでこうもうすでにすごい見た目がかっこよくてこう来て最初のギターの音を僕の頭の中で想像してたんですよ。どんな一発目がガーンってなるんだろう。でセイジさんガーって弾いた時のそのギターの音が僕の想像しているのよりもすごいしょぼくてキャリーンみたいな、それですごい感動したんですなんかでまあ他にもいろいろすごい良かったんですけど、マイク飛んでいったりとかした時にマイクがパーンって客席に飛んでいったりとかしてたんですよ、その時で。そういうとこですかいや全体的に良かったですけど、なんか今思い出すのはそういうのが多いんですよ。なんかアクシデントもそういうのあったけど、それをかえって面白くするところとか、ライブでなんかライブを見ることでちょっとなんか自分の中で何かが少しずれたんですよね。でやっぱりその後のちょっと大げさな言い方すると人生に影響を及ぼしてるんです。いやいや、だからまさかその時のティンジェネレートジェットボーイズが出てたらすごいよ。いやなんか最後のギターで全部飛んじゃったんですよね、その時は。酔っ払ってるからなまあエフェクターを使わないのは持ってくのが面倒くさいだけなんだけど、こう今日だってぶちと刺す方がケーブルも持ってきてなかったですよね。ケーブルはね車の中あったからエフェクター何度かエフェクター使っていい音出してる人がいると、いつも聞くんだけど、うわすごい、俺も使いたい、と思ってそのリハーサルの時とかに借りて使うけど、全然その人みたいにいい音が出た試しがないんだ俺。それでいつもまあいっかと思ってこっちに刺すんだけど、でも直は一つの究極じゃないですか。全然通さないってやっぱりできたらまあない方が便利じゃない海外行くのもこう重いし、もうなんかこう抱きかかえて持ってステージの袖から出てくる姿ってかっこ悪いし、
自分でねこうセッティング、こうやって一回しゃがまなきゃいけないです。そうだね。ちょっとできてバチッとしたのがまあ人によるけど、でもまあ俺も別にエフェクター使いたいなと思う時は何度もあるけど、あとでもロケットファズ、はいはいはい、あれはねまだ長いコードを持ってない時にまあ、形がかっこいいんで、はいはいはい、この辺に置いとくといいかなと思ってインテリアで使ったことが何度かあるけど、重いですよ。まあ重くてもかっこいいからいいね、やっぱかっこいい。そうだ、まあ使わない、今ではめったに使わないけど。ギター弾きますか？ギター弾く？弾かないですか？ギターがあんま上手くなくて教えてもらえると。いやいやいや、僕見たいです。いやいやいや、ギターなんだろう。俺はジャッキー・セレックスのエノッキーにギターを教えてもらったというか、あの人を見てギターを始めようかなと思って。当初はあの人の真似ばっかしてたんだけど、フレーズとか、そのギターの師匠、ギターの師匠、でも全然エノッキーみたいにいかなくて、まあそれでもまあ一番でしたと思ってます。
ター弾くの珍しくないですか？そうだね。まあうちでは座ってるけど、でもギター始めの頃はずっと座ってて、初ライブの何週間か前にスタジオで立ってやったら弾けないことに気づいて、3人とも初心者だったんで、俺もビリーも最初のギターが結構大変だったでもなんとかなんとか、いやー、あれだな、最初のライブは結構なんか蹴っ飛ばしたりとかして荒れてたね。でもなかなかスリリングないいライブだと思います。家でギター弾く時ってアンプどうするんですか？ちっちゃい、俺もなんかね、どっかに原宿かなんか捨ててあったやつを捨ててあったやつ拾ってきて、もう何十年も使ってる。ちっちゃいアンプで曲作る時もでも曲作る時ギター弾きながら作るってことはほとんどない。ほとんどないね。もちろん最終的に作り上げる時にはもちろんギター弾くけど、もうそれは曲を作る最後の段階だ。じゃあもう手ぶらで曲作る。そうだね。大体こう宇宙とかからなんか降りてこないかな、それをひたすら。そういう時どういう姿勢なんですか？座ってんですか、立ってんですか、寝てるんですか？姿勢はあんま関係ないかな。関係ないですか？下手したら歩きながらとかもあるんですか？歩きながらとか、なんかふっといつもどっかにこうそういう電波が飛んでないかなと思ってピッ電波が入って自分のアンテナがそれに引っかかるように。普通電波っていう人結構やばい人多いと思うんですけど電波系ってあるじゃないですか。電波キャッチする。でもまあ違います。いやいや、似たようなもんです。似たようなもんですか？僕そうか。こうやってる時にも来る時ありますか？話しててなんか来たりとか。そういう時はもうどうする？中断ですか？もし今来ちゃったらだって。いや、後ろあたりにポッと止めとけるんですか？そうだね。この辺ポッと、まあ飛んでいく時もあるけど飛んでっちゃったら諦めます。飛んでったら諦める。で、所詮飛んでいくようなのはダメだね、結局。じゃあ強烈に来たやつはどんな時でも残ってるかな、残るかな。で曲名から入るんですね。曲名がねできないと何のイメージも湧かなくて。じゃあ僕ちょっと好きな曲名があったんですよ。解説してもらっていいですか？わかりました。すみません。じゃあ1個目いきます。冷蔵庫ゼロ。一回ね、二日酔いとあとお金がない時に、なんか食いてえなと思ったんだけど、何度も開けちゃうんだよ、それないのにないのに、やっぱねつらい。そのマヨネーズだけあって、マヨネーズだけ舐めて数日間過ごしたことある。でもそれで生き延びれた。そうだね。友達かなんかがね、何日か目に来てくれて、まあちょっと死にそうだったよ、それ。電気はついてるんですか？電気がついてる。電気はついてる。じゃあマヨネーズだけはひたすら冷えてる状態で、何度開けてもやっぱないんだよね。
新幹線ハイテンションはこれどういうあれなんですか？まあ、自分の中で曲にしにくいなと思うものを曲にしたくなる欲求がすごくあって、そうです。まあ、しかもでも俺は島根県出身なんで、はい、新幹線に乗ったのは結構ね中学校ぐらいかな。ああ、早い。その時、まあ、岡山から東京来る時、はいはい、すごい、まあ、感動したのと、あとまあ新幹線がちょうど走る頃ぐらいに俺が生まれて、親がよく新幹線のことをよく俺に話してくれる。じゃあハイテンションの方はなるでしょ新幹線。なりますか？あとまあ飛行機ハイテンションはないですよね。でも語呂が悪いから。これですか？でもそうですよね。作りたいね。あ、作りたい。まあジェットジェネレーションとかそういうやつだね。やっぱ言葉でもじゃあ言葉ちょっと進んでいいですかね。これなんだこれ。セックスナポレオン。これもデッドロックに入ってて、ビリーが死んだ後なんだけど、ビリーもうセックスもできねえんだなと思ってて、はい、もっとなんかそういう欲望、はい、てかもう死んだら欲望とか持てねえんだなとか思って、はい、やっぱり欲望を持つ方が人間強いと思って、はい、まあそれの代名詞がセックスで、はい、いやこっちはまだ分かるんですけど、こっちはセックス信長でもよかったんだけど、ね、てかもう何か強烈な強烈ななんか男を代表するような。ヒットラーでもいいわけですか？あれなんか違う、弱そうじゃないと思ったんだけど、ラオウとかでもいいんですか？実を言うと、はい、この人全然ダメだったの、フランス人聞いたらこの人全然ダメで、それをもじってんだとフランスの人が思ったみたいで、皮肉みたいな。そうだね。まあそうだ、ビリーが死んだ直後のもうセックスもできない、もう欲望、もっと欲望深くなってやれとか思ったのかな俺その時。激しく信長さっき出ましたけど、もうじゃあ強烈の組み合わせみたいな感じ。これも考えた時にはとても曲にはできないだろうと思ってたんだけどこんなチャレンジ。日本の歴史がこう水に埋もれてる、海かなんか埋もれてるとして、はい、そのこう水がこうだんだんこう引いてきたら、こう歴史の中で一番最初に出てくるのは誰だろうと思って、まず卑弥呼が出てくるんじゃないかと。卑弥呼ですか？水がこう下がってきて、で卑弥呼が出てきて、はい、で何番目の最初の方にこう信長とか出てくるよなとか、そういうことを考えてて、日本の中で一番強烈なマグマ力というか破壊力を持った人、でも誰かな。卑弥呼ではない。まあ日本の歴史の中の最初の頭の方には、水をこう引かしていったらこう一番最初にこう卑弥呼みたいなのが出たんだと思うんだけど、卑弥呼はまあそういう意味で今言ったんだけど、まあそのこう日本の歴史の中で出てくる中で、まあ、一番破壊力を持った人はこの人じゃないかと思って、そうだね、まあ自分が作る曲っていうのは自分の憧れでもあるし、こうなりたいというような。これすごくないですか？まあ自分の数多い反省すべき日々が夜があるんだけど、そうです。一見ひねりがないようですごい、これもなかなか
ゲロはほとんど吐かないんだけど、今まで2回ぐらいあるかな。その時の話かな。なるほど。でタイトルだけはできてたんだけど、1曲目の一番の歌詞「俺は女王陛下のゲロ野郎」という歌詞が生まれた瞬間にダーッてきた。女王陛下まあ酔っ払ってる時はなんだ自分をあえて肯定するもん。あの一文が出なかったらこの曲は一生できなかった。ゲロないとはできなかった。女王陛下です。これじゃあこれ強烈だったんですけど、曲もこれ実話とか、しかもロシアじゃなくてソ連っていうところが、これもねノートにパッと書いた時、まずいだろうと思ったけど変なタイトルと思って自分でまあ歌詞の通りです。まあソ連に逃げた場所はソ連かどうかわからないけど、まあソ連に逃げたかのようなぐらい行方不明になった人がいたんで、あれですよね、ソ連まで逃げるってことはよほどのことをしたんだろうなって思わせるっていう意味。東南アジアじゃないんですよね。そうだね、恋に破れたよ。恋の破れ方がもう半端じゃなかったんだろうね。ソ連に逃げたくなるぐらい。こだわり、常にスリリングなものを目指してるというか、なんかライブはなんかみんなでこうやって盛り上がるというんじゃなくて、パンクロックとかロックが持ってるようななんかスリリングさ、そういうものが自分は俺は好きですね。なんか漫才とか見ててもそうだけど、自分昔の安志清の漫才がすごい好きで、あれめちゃくちゃもう面白いんだけど、なんか2人がもう競争しちゃっててすごいスリリングで、逆にこうやってなんか何をしようぜこうしようぜとか言ってみんなで手挙げてるのは好きじゃないというか、やっぱジョニー・サンダースやらもうとか、ああいうこの間原爆オナニーズ見たんだけど、それも素晴らしくて、これこそやっぱロックの盛り上がり方だなと。危険ですかね、スリリング。まあ実際にやってて、その漫才安志清さんが見てて危ないわけとかもちろん見てて大爆笑するんだけど、なんかお互いの一番乗ってる時の掛け合いっていうのはすごい、もう切れそうなぐらいどっちかがそれはもうあれですよね、お互いを一番ライバルっぽく思ってるってとこですよね。そうだね、お前には負けねえっていうのをしのぎ合いが、でもそれの信頼もあってみたいな。やっぱお互いにライバルがいる子だね。まあ俺にとってはティーンジェネレータージェットボーイだったけど、まああとバンドを始めて最初のライブをもう超テンパりまくってやってる若い兄ちゃんのライブとかみんな好きなんですよ。すごい、そのままやってほしい、ずっと。その後何回か見たらそのテンパりぐらいがなくなってて落ち着いたりとかして、そうするとちょっとがっかりしたりするけど、でもそうはなりますよね、普通にやってたら。少々気合入ってるぐらいだとそうなってくるもんじゃないですか。だからいやなっちゃダメでしょ。なっちゃダメなんですけど、それをならないようにする自分の中のなんかこならないようにというか、そうじゃないと
気分良くないというか終わったと、そういう感じでできなかったらならないようにとかではないかな、そういうライブをしたいという。誠司さん結構継続の人じゃないですか。継続は力なりじゃないけど、ああそうですか。なんかそういうとこもあって、だってそのギターも始めた時はどのぐらいやろうと思ってたかは僕分かんないですけど、もう随分長いし、そうだね、昔もっと他にも同年代のバンドがいっぱいいたと思うんですよ。でもやっぱバンドで長く続くのも一つの奇跡ぐらいやっぱどんどんいなくはなるじゃないですか。でもずっといて、なんかその継続してるならではのあると思うんです。なんかあるかな。あるまあ逆もあるでしょうけど、自分よりもっと長く頑張ってるとか、それによってとか、そうだね、まあ、もっと過激にいけばいいけどね、どんどんなんかロックの年齢層が上がってきてるような気がするんですよね、やってるもんと俺も思ったけど、まあ実際それ俺たちが近づいてくるだけで、そしたら昔は昔でそういう人がいたんじゃないかなと、俺たち知らなかっただけで、